で、ただ同時にすごく思ったのが、その日野星座さんっていうのは私たちが今日本社会、はい、こんにちは、ゆうかです。お元気でしょうか。はい、ですね、今日はまたプシュカル湖からの撮影に無事臨めまして、結構さ、そのヒンドゥー教の聖地なので、もう日本人だとちょっと考えられないぐらいのお祈りお祈りの仕方っていうか、私本当に初めて、なんて言うんでしょう、お祈りが公害って言ったなんかもうそうしたら申し訳ないんですけど、こんなにそのうるさいすいませんものなんだっていうのを感じたっていうね。そしてその 2,3 日前が満月だったんで、すごいたくさん人が来ていて、プシュカル湖にでとっても騒がしかったんですけど、今日はなんか人がそれでさっといなくなったんで、この時にちょっともう撮影しようと思って今日はしております。そして九州ではね、日本では地震があったっていうことで、本当に心からね、ご無事をねお祈りしておりますね。そうですね。そしてですね、お羊座さんの、落とし穴ということなんですけれども、いよいよ火の星座できて、でお羊座さんといえばもう、1番目の星座ですよね。3月21日からかな、21日から、4月の19日頃まで、そして火の星座で1ハウス、そして火星ですね、火星の星座さんで、すごくこう一番最初なので、やっぱりもうなんて言うんでしょうね、こう自分が生まれるっていうか、こう生命が生まれる、生命が誕生する、火がついて生命が誕生するっていう、もう想像力に満ち溢れたような星座さんなんで、本当にこうパワフルな種っていうんでしょうかねっていう感じなんですね。で、ただ同時にすごく思ったのが、その火の星座さんっていうのは私たちが今日本社会、私は今インドにいますけれども、日本社会に住んでると火の星座さんっていうのはおそらくですよ、すごく表現しにくいって思ってる方も多いのかなっていう気もするんですよね。例えば日本神話でスサノオとかがいまして、ちょっとこう荒くれ者だったじゃないですか。そして高間の原をこう追い出されてしまう。彼はすごくこう自分の思いがすごくあって、それで自分の本能のままに生きてしまうわけですよね。本能のままに生きてしまうと、人がどう迷惑しているのかとか、そういうことが全然わからなくて、ある意味自分勝手な行動をしてしまって、そして追放されてしまうんだけれども、でも、最終的にヤマタノオロチを退治したことでまた迎え入れてくれるっていうようなストーリーがあって、これが今回のそのお羊さんの座さんの話とすごくリンクするかなと思って話そうかなと思ったんですけど、要はそのお羊座さんっていうのが私からするとっていうか、第二チャクラっていう、ある意味第二チャクラって想像力、クリエイティビティとか生きる力とか、性的なエネルギーとか、すごくこうパワフルな場所なんですよね。だからすごくこう、あれがしたいこれがしたい、もうこうやりたいああしたいっていう基本的なアイデアがすごく浮かぶ場所だけど、先ほど言いましたけど、その日本社会っていうのがあった時に、もうわがままじゃダメって私たち教育されてきちゃったから、だからあれがしたいこれがしたいっていうのもあるんだけど、私ってわがままかも、じゃあちょっとやんない方がいいかなって言ってこう封印しちゃって、それで本当はそういう気持ちがあるのに、なんかこうまずやれないって
っていうのもまず一つあると思うんですよ。本当はもういろんなアイデア実は持ってるけど、ちょっと私ってわがままかな、どうかな、なんか人に迷惑かかっちゃうんじゃないかなとか思っちゃって、なんかやれなくてだんだんエネルギーが下がってきちゃって結局やれないみたいになっちゃってるパターンの人もいると思うんですね。でそういう場合っていうのは本当になんか火っていうのは尊いもの、生命のエネルギーっていうのはすごく尊いものだから、まずはもうやりたいんだったらやってみるっていうことですごくこうなんて言うんでしょうね、その尊い火を消さないようにして、とりあえずもうとにかくやってみる、そう思いつくんだったらやってみる、それをしてみる、行動してみるっていうふうにまずはしていただきたいなと思うんですね。でこれがまあ一つ目っていうことで、二つ目っていうのはもともと結構火はついてますっていうタイプの方、お羊座さんで、まあ違うね、太陽星座じゃなくても他惑星でお羊さんがある方っていうのがもうさ、アイデアが湧いてしょうがないっていうか、もうこれもやりたい、あれもやりたい、これもこうしたい、あれもこうしたいみたいな。でしかもさ、そのやりたい、これもやりたい、あれもやりたいっていうのは一つの方向性だけじゃなくて、なんか例えば私で言ったら仕事のこと、まあ、家族のこと、じゃあ次旅行どこ行きたいとか、なんかこれ買いたいとか、これ食べたいとか、なんか私もすごく思うんですよね。いろんなことがやってみたい、これやりたい、あれやりたい、こうしたい、ああしたいっていうのがもう際限なく出てくる。そしてなんか朝起きるとなんて言うんでしょうね、うわこんなにできないって思う。でそれでもし私が8人ぐらいいたらいいのになって思うことがよくある。まあ最低4人ぐらいいたら全部回せるのにって思うんだけど、まあ1人しかいないからさ、一つの方向性しかいけないじゃないですか。だからそれが全部はできない。でまあそれがちょっとお羊座さんっぽい感じって思うからちょっと言ったんですけど、なんかもうとにかくあれもやりたい、これもやりたいっていう気持ちがすごく湧いてくるんですね。でそれがさ、まあ、先ほど言ったように第二チャクラだから、その欲望っていうのをまずそのハートチャクラっていう、エネルギーで言ったらその第二チャクラって丹田のあたりにあるんですけど、ハートチャクラっていうのはハートの部分ですよね。ハートの部分にこう上げていかなくちゃいけないんですよね。でその欲求っていうのが本当に純粋なものですかっていうところまで一旦こう上げてみると、なんかこう今日はやんなくてもいいかなっていうものだったり、これはちょっと欲張りすぎだったかなって、これ買いたいって思ったけど必要ないのかなっていうものだったり、なんかものすごい成功したいって例えば思ったとして、その成功してどうするのかなとかわかんないよ。まあいろんなさ、そのハートチャクラに上げてったとしたらそこまでやんなくてもいいのかなっていうものもあったりして、でそうすると今日一日なんか楽しめる量のこと、何をやればいいのかなっていうことがこう分かってきたり、それが私の純粋な欲求だからこれはやろうっていうのがこう選別されてくるんですよね。ですごい選別されてくると、それがこう素直にこうできるようになってきて、そしてさらに横を行ったら、そのハートからその上、第6チャクラとか第7チャクラとかに来て、その自分の炎っていうのがもう神の意志っていうか、すごく宇宙の意志とつながって自分がやっている炎っていう感じにまでいけたら、なんかまあすごい純粋なものですよね。すごい崇高で純粋なものだと思うんだけど、火はとってもありますよね。生命エネルギーがあってすっごく思いつくんだけど、それが本当に皆さんのために、自分もやりたいけど皆さんのためになる、社会のためになるとか、それがこう一直線で美しくこうピーってなってるようなものに対してどんどんアイデアが湧くし、その生命エネルギーがあるからもう動くことができる、現実的に動くこともできるし、活動することもできるから、そのまっすぐなラインでこう火が、灯りますよね。そして先ほどのスサナオの話じゃないけれども、やっぱり日本社会って今すごく火のエネルギーが停滞中なので、やっぱり火のエネルギーを持っている人ってすごく重要だと思うんですよね。
でその人たちがやっぱり活力を持って行動している姿を見ると、他の人もなんかインスパイアされるっていうか、あ、私もなんかやれるかもしれない、私もやってみようみたいな感じで、なんかその火がついてくる、周りの人に。だからすごくお羊座さんの人っていうのは、まずはさ、自分の火を聖なる火として大事に扱うっていうことが、第一前提ですよね。そして欲を言えば、そのスサノオもヤマタノオロチを助けたっていうか、退治しようと思ったっていう、その意識が高くなったから受け入れられたわけであって、その火をどうやったらハートで使えるか、みんなのためっていうか、もちろん自分が楽しいからなんだけど、純粋な火として、欲って言ってももっと純粋な欲望ですよね。本当に欲しいっていうんじゃなくて、本当に純粋な魂からの欲求に従える欲かっていうのを見極めていって、でそれをこうやってあげるっていう風にしていくと、どんどんこの現実化ですよね。どんどん火のエネルギーがこう回ってきて、でどんどんこうね、純粋にまっすぐにやることができて、みんなが喜ぶっていう形になっていくかなと思うので、ぜひですね、お羊座さんの方はその火をね、聖なる火を灯してね、生きていっていただけたらいいかなと思います。ではありがとうございました。優香でした。